若かった頃は下北沢の中古レコードを買ってたんですけど、アメリカに行って半額以下で売ってて、気がついたら何千枚何万枚っていうでレコードディーラーに転身したっていう。アリゾナにあるツーソンっていう街なんですけど、そこがすごかったですね。コロナ禍を迎えて渡米できなくなって、でそこで考えたのが好きだったサウナハットはどうだろう。ツイッターでサウナハットもやってるよみたいなことをつぶやいたことがあって、お客さんが徐々に来るようになって、ベストサウナハットのオーナーの佐藤です。もともとは1995年に下北沢でベストサウンドレコード、皆さん良質音響と言ってましたけど、そういうソウルジャズの専門店をやってました。ウォーキングパーミットっつってアメリカで働くそのビザが必要なんですけど、レストランで働いてたんです。で休みの日に趣味でレコードを買い集めて、気がついたら2万枚近く持ってて、これはなんかちょっと日本のディーラーに連絡して買いに来てくれないかな。何件か連絡したんですけど、最初に来てくれたのがビューレコードっていう昔あったんですけど、そのオーナーの方が来てくれて、レコードを下ろすようになったんですね。でそれがきっかけなんですけど、それから1年後ぐらいかな、パーフェクトサークルの武藤さんっていう方が来られて、僕のレコードを買ってくれるようになって、でレコードディーラーに転身したっていう。僕が若かった頃は下北沢の椿さんのお店フラッシュとかで中古レコードを買ってたんですけど、そういう中古市場の金額というか価格のままアメリカに行って半額以下で売ってて、もう驚いちゃって、市場で5000円6000円するものが1ドルとかで売ってたので、同じタイトルを何枚も何枚も、コレクター気性が昔からあって、好きなタイトルは何枚も買っちゃうんですよ。結構な数を集めてまして、本当気がついたら何千枚何万枚っていう。本当恥ずかしいんですけど、単純にアメリカが好きだから行ってみたい、住んでみたい。一番最初にアメリカ行ったのホームステイなんですけど、16歳でしたね。BMX っていうその自転車の競技をやってて、それがアメリカ好きになるきっかけだったんですけど、だからレコードが好きでアメリカ行くっていうのではなかったんですよね。僕は高校時代はパンクバンドをやってまして、激しいロック系が好きだったんですけど、そのフランク・ザッパっていうアーティストに出会ってからブラックミュージックの良さだとか、そういうものに気づき始めて、フランク・ザッパって初めて黒人と白人を混ぜてファンクに挑戦した白人のミュージシャンで、そこでブラックミュージックの良さを教えてくれたのがザッパだったんですね。初めて聞いたのが CQ ブーティーっていうアルバムなんですけど、そこからジョーズ・ガレージだとかブラック色が強いアルバムを聴くようになって、そこからですね、ソウルにのめり込んできたね。帯付きだし、はい。ザッパが自分で独立してザッパレーベルを作った CQ ブーティーが一番好きなんですけど、中期の名作とされるこのワンサイズフィッツオール、ここら辺からジョージ・デュークだとかが参加されてて、もう何しろソウルフルなんです。ここからですね、アポストロフィーだとか、そこら辺のアルバムもそうなんですけど、黒人音楽をうまくザッパ流に解釈して作ってきたアルバム、ここら辺が本当大好きで、ホットラッツも実はもちろん大好きなんですけど、基本的にはキャプテンビーフハートのボーカル以外はインストなんですが、ジャズの良さも教えてくれたのがザッパなんですよね。その頃は P ファンクがすごい流行ってる時代で、ファンカデリックだとかパーラメント、ブッツィ・コリンズだとか結構高かったです。日本人のディーラーが来てすごい高値で取引されてましたので、アメリカ人も P ファンクが売れるっていうのを気づき始めた頃ですね。ジャズはもう本当70年代80年代から高いものなので、ただ今に比べたらもう半額以下ですね。オリジナルはまだ90年代初頭っていうのが結構たくさんありまして、ブルートレインとか20ドルとか30ドルぐらいで売ってる時代だったんで、まだインターネットが普及してない時代なので、ある一定のコアなファンは高いのは知ってましたから、ブルートレインは100ドルぐらいで売ってましたけど、スワップミートっていうアメリカ独特のものなんですけど、日曜日に開催する家庭のいらないものを持ってきて売るっていう、そういうものがあったんですけど、レコードの価値知らない人たちはもう本当5ドルとか、安ければもう1ドルとかで、そういうものがまだ見つかった時代なので買いまくりましたね。ブルーノートプレステージのものとか結構安く売ってたので。
ね、アメリカの一軒家って大体車庫がもうついてるんですね。窓が開いて大体2台分入る。そこに車1台を入れて、あと半分は全部レコードラックを入れてそこに収納してました。あんまり知人以外は入れなかったので、日本のディーラーが買い付けに来た時だけですね。ロサンゼルスの中心街に住んでたんですけど、ロサンゼルスってもう知っての通りキャピタルだとか大きなレコード会社が存在するので、レコード屋が圧倒的に多い街だったんですよね。僕だけの穴場だなと思ったのがコンプトンですね。コンプトンってもう本当白人が誰もいなくて黒人しかいない街なんですけど、そこのレコード屋さんがすごくて、ストラタイーストの新品僕2箱見つけたんですよ。この箱なんだろうって開けた時、ストラタイーストの新品のシールドがそのまま眠ってて、これいくらって聞いたら、全部買うんだったら$2でいいっていうエピソードもありますので、驚いちゃうと高いんじゃないかと思われるんで、もう平成を装ってこれいくらって、例えばロイ・ポーターだとか$5ぐらいなんですよ。考えられないですね。はい、もう日本だと2万3万してた時代かな。もうだから今の半額以下ですよね。コンプトンっていうのが実はロイ・ポーターが住んでた町で、ロイ・ポーターに僕実は当時会ってるんですよ。初期の2作品とかないかって聞いたら、もう手元にないと。でちょうど僕がラッパーたちを集めて昔の音源を使ったアルバムを出したというので、それを買わないかと。実はそのレコードって今もう高価になってるんですけど、当時は大して高値がついてなかったんですね。なので1万円もいらないとで断ってしまったんですけど、でそれがでもね、5年10年経ったらもう$100、$200の価値になって、そうこうしてるうちにロイ・ポーター死んじゃったんですよね。買っとけばよかったなってそこで賄いきれなくなって、いよいよその全米を回って各地のレコード屋さんに買い付けっていうのをそこから始めて、ニューヨーク行ったりフロリダ行ったりいろいろしたんですけど、田舎町ほどレコードが安く売ってるんですよ。そこで大量に買うようになりましたね。ソウルが圧倒的に強かったのがニューヨーク。まだまだレコードディーラーが行ってなかったフロリダ、結構黒人が多く住んでて、そこがすごい良かったですね。マイアミってマイアミファンクってあるぐらいで、レコード屋に$1、$2で売ってました。さすがにね、フロリダは飛行機で行きました。テキサスあたりまでは車で行ってました。テキサスまで8時間です。ロサンゼルスからサンフランシスコに行くっていうルートが一番好きで、6時間ぐらいかかるんですけど、サンフランシスコはやっぱりスライダーとか、あそこら辺のファンクが有名な街で、2ヶ月に1回ぐらいはサンフランシスコに遠征してました。アリゾナにあるリトルフィートのウィーリンっていう歌詞にも出てくるツーソンっていう街なんですけど、そこがすごかったですね。朝の7時から夕方の4時までしかやってないレコード屋さんで、体育館のように広くて、そこを多分発見した日本人が僕が最初だと思うんですよね。一つのタイトルが5枚ずつぐらい置いてあるんですよ。その下のラックにさらにコピーがあって、デッドストックです。多分ね、アリゾナって40度以上になる街なんで、夏は涼しい時間に開けて涼しい時間に閉めちゃおうっていう。一番すごいのを見つけたのがビギニングオブザエンド、ファンキーナストでしたっけ。あれが10枚ぐらいあって、あれは驚きましたね。平然と置いてあって$6だったかな、1枚。もう小ノーマーシーですね。最初こんな積み上げてたから、お前買う気あんのかって言われて、一回生産してくれって言われたんですよ。現金出して$800ぐらいバンと出したら、次の朝もお前来いって。で、さらに裏の倉庫見せてやる。その時2000枚ぐらい買いましたね。デトロイト行った時もカナダの近くまで行ったんですけど、ちょっといろいろ手続きが大変で、デトロイト止まりでしたね。州超えるのはね、特に問題ないんですけど、メキシコ近く行くと結構うるさいですね。アリゾナはね、特にうるさくなくて、サンディエゴが意外とうるさいです。ティワナが一番近い街なんで、違法の方々が結構住んでる街なので、車止められるんですよ。僕はカリフォルニアのライセンス持ってたから、それ見せればすぐなんですけど、日本のパスポート見せるのがね、一番通過しやすいんですね。日本人のツアリストの感じで、あんま英語喋れない感じだと、もう行っていい。だからどこでも結構都合いい時日本人になってました。ビザがそろそろ切れるっていうことと、やっぱり夢であった自分のレコード店を開けたいなっていう時期がちょうど1994年ぐらいですね。ビューレコードさんとパーフェクトサークルさんには悪いんですけど、帰国して自分でお店開けるっていうことをお伝えして、それが経緯ですね。その頃には売りつつも3万枚近く在庫あったんで、それを引っ提げて帰ってきました。
僕は世田谷の祖師ヶ谷生まれなんですね。で、学生時代遊んでたのが下北沢なので、その頃のレコードのメッカって言ったら新宿もしくは渋谷だったんですね。そこはどうしてもなんか避けたいっていう変な思いがありまして、あと昔からお世話になってたフラッシュさんに近いっていうのもあって下北沢にしました。反響はですね、そうですね、すごかったですね。雑誌に開店する2ヶ月前に広告出したんですけど、もう電話が止まらなくて、いつ何出すんだ、あれいくらだっていう問い合わせがすごかったですね。ウェルドンアーバインとかがもう一番高かった時代で、ストラタイースト版だとかタイムカプセル版とか結構何枚もコピーがあって、それを出すよって予告したんですけど、すごかったんですね、反響が。当時は結構ストックコピーをいっぱい持ってて、全部シールドが結構あって、新品で。だからあいつ自分でシールドしてんじゃないかって噂が出たぐらいです。単純なんですけど、レコード屋の名前つけるのにレコードっていう名前を必ず入れたかったんですね。単純明快に、じゃあいいレコードのレコード屋さんということで、もう本当単純なんですけど、ベストサウンドレコードにしよう。ロゴだとか考えた時も、皆さんやっぱり横文字のロゴを使ってたんですけど、日本人のお店だから漢字を使うってことで、良質音響というロゴにしました。それが今のこのサウナハットのそうですね。お店のことを知ってる人はほとんどいないですね。でも実はですね、数名うちのレコード屋に通ってたっていうサウナーさんがいて、これってやっぱり良質音響から良質無視音にしたんだよねって言われてる方が約2名いて、それは驚きました。嬉しいです。ラテンブームがちょうど来てる時代で、 UFO のラファエルさんとかも結構来て、でうち結構ラテンが強かったから、そのラテングルーヴを求めて結構ミュージシャンの方がいっぱい来てくれてましたね。その評判を聞きつけたのかわからないんですけど、そのヒップホップの有名どころも結構来てくれるようになって、ピート・ロックとフレディ・フォックスが来た時は3日間連続で店閉めて、それが一番面白かったですね。メンバー 5,6 人連れて夜の9時に来て3時ぐらいまで掘ってましたね。めちゃめちゃ買ってましたね。ピート・ロック60万ぐらい買った。フレディ・フォックスはね、あんまレコード興味ないみたいで、店の中でなんかやってましたね。ニューヨークに住んでたんですけど、彼はニューヨークのレコードとロサンゼルスのレコードってやっぱ違うんですよね。だからそれがすごい面白かったみたいで、でも困ったエピソードがあって、見てないとシールド勝手に開けちゃうんですよ。で視聴させろって。それ後に気づいたんですけど、もうシールド開いてるよねって。で彼らが開けてたんですね。あれはちょっと困りました。ないんです。はい。開けて聞いちゃうっていう。コレクターじゃないですかね。もう本当音源を探してるんでみんな。ピークは2000年ぐらいですかね。一番盛り上がってましたね。もう世界で一番レコードショップがあるって言われた時代で、もうほんと数分歩けば中古レコード屋が渋谷にはどこにでもあったっていう時代ですね。サボテンレコードさんだとか、そこら辺ができた時代ですね。ゴールデンコースですね。新宿回って渋谷回って下北沢でエンドみたいな。うちとサボテンレコード以外は買い付けのお店はなかったですね。ユニオンさんとかは買い取りで専門店なので、2005年ぐらいからかな。ユニオンさんも買い付けに来るようになりましたから、結構激化してましたね。2007年ぐらいからだと思います。レコード自体は売れてたんですけど、レア版が見つからなくなりましたね。ヒップホップの熱も下がりつつ、レアグルーヴも下がりつつって感じですかね。レコード自体がだんだん衰退したって言い方おかしいんですけど、やっぱりね、一番の要因は eBay が出てきたことなんですよね。そのアメリカ人も eBay で売った方が儲かるんじゃないかってみんな分かってきたのが大体そのぐらいなんですよ。だから買い付け行っても、まずこの値段調べるからってまずパソコンで調べて、これ eBay でこれいくらで売ってるからこの値段で売るよっていう時代に突入しちゃったんですよね。昔みたいに1ドル2ドルで買える時代が終わりつつあったと。苦労しましたね。レア版が手に入らないから、たまにですけど eBay で僕自身も買ってましたし、仕入れのためですね。その形式上 eBay って競い合うわけですから、値段がどんどん上がってきちゃうんですね。ほとんど買えなかったですね。日本人の某有名コレクターがもうビットしたら終わりですよね。アメリカ行っても昔みたいに安くいいものが買えるっていうのが、そういうのが見つからなくなって、でレコードショーももうやってなかったんですよね、その時代。だから田舎に行ってもレコードショーはやってない。でレコード屋は閉まってる。ドルは高い。
もうそういうものが続いて半年ぐらい買い付け行ってなかったのかな。規模縮小して、それでコロナ禍を迎えて渡米できなくなって、でそこで考えたのが好きだったサウナハットはどうだろうと。サウナにはまり始めたのが2015年ですね。実は僕の親友、その彼がですね、温冷交代浴体にいいからやれと、温泉連れてかされて強制的に嫌だっていうのに水風呂入れと肩を押されて入ったんですけど、最初は嫌だなと思ってたんですけど、その水風呂入った後の心地よさったらもうすごい気持ちよくて、もうそこからですね、もう本当彼には感謝しかないですね。彼にそれを教わらなかったらサウナの良さは未だに分かってなかったと思います。整うって言葉がもう全然ない時代ですね。僕たちは決まったって言ってました。その頃はまだサウナっていうのがそんなない時代で、まあもちろん定番のサウナはありましたけど、成城にある成城スパとかそういうとこ行って一人で黙々とやってました。もうおじさんしかいなかった。サウナハット自体がまだ市民権得てない頃ですね。売ってるお店ももちろんないし、サウナハットっていうのはフィンランドかロシアから通販するもので、1個8000円から1万円するってとても高いものだったので、まあ浸透するわけないですよね。僕ももちろんそういう輸入物を買ってかぶってたんですけど、まあ何しろ小さいフェルトっていう素材で使ってたので洗えない。これはちょっとおかしいなと。もっと安く作れてもっと大きく作ればいいじゃんと思って、自分でフィンランドの方に連絡して独自のルートで売ってみようかなって思ったんですね。レコードを通販でやりつつ、ちょっとサウナハット輸入品売ってみようかなっていうのが最初です。最初はもう全然売れなくて、見向きもされなくて、もちろんレコードを買いに来る人なんじゃこれって感じで見てたんですけど、ツイッターでサウナハットもやってるよみたいなことをサクッとつぶやいたことがあって、そこで見たお客さんが徐々に来るようになって、その輸入品のサウナハットっていうのが面白くて、タオルだったんですよ。タオルでできたサウナハット。まだそれは日本に浸透してなくて、タオルのサウナハットなんて効果あんのっていう時代だったので、でも洗えるじゃないですかタオルって。だからそれがまあ最初響いたんでしょうね。徐々に売れるようになって。ファッションだとか女の子が可愛いからって被ってるイメージがあるらしいんですけど、そもそもサウナって100度以上のところの暑いところなので、頭を守ると長く入れる、もう必需品なんですね。それがまだファッションだってくくられてる時代だったので、それを普及するためにもサウナハットっていうのは被った方が水風呂がもっと気持ちよくなるよ、まあ、そういう感じで広めてました。やはりですね、うちが売れてるっていうのをそのサウナ業界でもう察知した方がいて、同じものをフィンランドの方から問い合わせで売るような方々が出てきたんですね。全く同じものを売ってますから、やっぱライバル関係になってきますよね。そうした時、うちのスタッフがいるんですけど、そのスタッフが実はミシンが縫えるスタッフの人で、相談してるうちに自分たちで作ってみようかっていうことになりまして、独自のサウナハットを2020年初頭ぐらいから作り始めまして、タオル地だったんですけど、やっぱタオルってそのパイルって言ってもうモケモケになってるので、洗濯していくうちにやっぱ引っ掛けるとこうだんだん劣化していくので、安くていい素材だなとは思ったんですけど、自分たちで作る時はもっと頑丈でサイズも大きめで顔全体にカバーできるようなサイズで作ろうっていうのが僕たちが最初に目指したもので、オリジナルのサウナハットを作り始めて意外と反響がありまして、一旦レコードの販売を中止してこれでやっていこうと、そんな感じでした。もうむちゃくちゃ反対されましたよ。サウナ帽子なんか作って売れんのかな。ただね、僕がラッキーだったのはレコード屋の店舗があったので、サウナハットを手に取って見れるっていうお店がなかったんですよね。下北沢っていう場所も良かったというか、若い方が結構来てくれて、サウナハットの専門店というのがだから世界で、まあうちが最初だと思うんですけど、その先駆けっていうのがその知名度を上げた理由だと思うんですけどね。そうですね、あんまり音楽好きな方は見受けられないんですけど、ただそのサウナミュージックっていうのがありまして、リラクゼーションミュージックに近いものがあるんですけど、サウナを入りながらその整ってる時聴く音楽、そういうのに皆さん興味あるみたいですね。僕個人ね、整ってる時たまに Bluetooth で流すものがあるんですけど、心地いいなと思うのはジャズギターなんですよね、意外と。例えばジョー・パスだとかジム・ホールだとか昔のウェス・モンゴメリとか、ここら辺がね意外と気持ちいいんですよ。自分ではそういうサウナミュージックみたいなコンピレーションを作って Bluetooth で
流すことが多いですね。だからいつかサウナー向けのリラクゼーションミュージックジャズみたいなのを作ってみたいですね。サウナのイベントが多くあるんですけど DJ が出向いて音楽流すのはやっぱアゲアゲ系なんですね。僕それちょっと違うなと思って、そのサウナに合った DJ がいてくれたらなっていう感じですね。先ほどお話にも出た雑把がレジ後ろにもチェン流してました。誰も気づいてくれないですけどね何これって感じで見てますけど、一人だけ気づいた人いますけど、フランク・ザッパだって。これはもう完全にもう僕のエゴです。サウナって全然関係ないんですけど、これね1970年代の本物の T シャツなんですよ。eBay で8万ぐらいするそうです。もう僕の宝物です今日実はね着られてるその T シャツも思いっきり某 UK ロックののオマージュです。 UK オリジナル版に近い印刷にしてるんです。誰も気づく人あんまりいないんじゃないですか。これテリー・ジョンソン。そうなんですよ。これね誰も気づいてくんないんです。誰も気づいてくんないんですけど、テリー先生にですねわざわざ書いていただいた。まずやらないらしいんですけどね、もう結構ご高齢なので、でも特別に書いていただいて売ってもいいよって。ソウル彼好きじゃないですか。その時代からね彼の絵がすごい気に入ってて、あのタッチで書いてくれないかな、ダメ元で聞いてみたらいいよって。そうなんです。でもサウナーは誰も気づかない。すごいコラボなんです実はこれ。偶然さんもいらっしゃってますね。偶然さん、結構ね早い時期に来てくれるんですよ。2021年ですね。茶道の影響はもう本当大きいですね。もうあのドラマのおかげで今があるっても過言ではない。これもね実は某 UK ロックのですねオマージュなんですよ。でもね誰も分かってくれないです。誰も分かってくれる人もいました。3人ぐらいいました。フルフェイス型のサウナハットってあんまり見かけないですけど、かぶると中が見える。そうです。ここら辺からねちゃんとね見えるようになってますよ。ここら辺からとかね。みんなねそう言うんですけど、逆にもう100度以上の男ですから熱から守るにはこのフルフェイスが本当は適してるんですよね。ただ見た目がねこんな感じですから嫌だよっていう人もいますけど、サウナハット帽子という概念にとらわれず常に進化して新しいものを取り入れつつ、基本はでも忘れずにそのサウナハットの良さを伝えていきたいと思ってます。当然サウトさんのレコード屋のことも忘れてないと思います。忘れられないですね。個人的にはその過去のものになりつつあるんですけど、やはり人生の中でレコード商売っていうのはもう大半を占めてますので、いつかこのサウナハットやりつつその音楽の世界と共存できたらいいなと模索してる最中です。